どうもー、ベルです。今回は、ドゥームスデイのヒーローの組み合わせの基礎についてやっていこうかなと思います。このドゥームスデイ、戦闘において二人のヒーローを連れていけると思うんですけども、どのヒーローを組み合わせればよいのか、一度は悩んだことのある方、多いのかなと思います。ヒーローの組み合わせは、もちろん何通りもあるんですけども、基本的な組み合わせはもちろん、状況によって組み替えた方がいい場合や、新ヒーローが来た時に、どのように組んでいくのか、決める際にも、この知識は非常に役に立ちます。非常に重要な部分ですので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけども、このゲームは長所を伸ばすのが強いゲームです。弱点を補うという考え方よりも、リーダーとして選んだヒーローの長所と同じ長所を持つヒーローをアシスタントに設定して、例えば、火力があるヒーローをリーダーにした場合には、同じ火力があるヒーローをアシスタントに設定して、火力に特化した部隊。移動速度に特化したヒーローをリーダーにしている場合には、アシスタントも、移動速度を上げることのできるヒーローを選択していただくのが良いのかなと思います。また、ここで大事なのが、このゲームの舞台は、複数陛下ではなくて、一陛下で、基本的に舞台を組んでいくわけなので、同じ陛下のヒーローを使っていきましょう。例えば、歩兵ヒーローをリーダーにした場合には、アシスタントも歩兵ヒーローを選んでいただいて、兵士もすべて歩兵にするイメージですね。例えば、歩兵でアダットをリーダーにする場合、彼女は攻撃と移動速度に特化したヒーローなので、同じ歩兵の攻撃と移動速度が高いヒーローである宮本と組ませていただいて、兵士は歩兵オンリーで組んでいくイメージになります。これが部隊の組み方の基本です。ただ、部隊を組んでいく上で、もう一つ大きな問題があって、それは何かというと、どちらをリーダー、どちらをアシスタントにするか問題ですね。ここについてなんですけども、まず考えるべきこととして才能です。レベルやランクに差がある場合は、才能ポイントが多く触れてかつ、率いることのできる兵士の数が多いので、レベルやランクが高い方のヒーローを選択していただくのが良いと思うんですけども、そもそも才能が強いヒーローでなければ、最終的にリーダーで使うことになりませんので、レベルやランクを上げる必要はありません。で、アシスタントのヒーローは、このスキルのみ効果があります。で、スキルは、星4で、すべて解放になりますので、アシスタントで使う場合は、星4までで OK です。それ以上に、レベルやランクを上げても意味がありません。じゃあ、どのヒーローをレベルやランクを上げていって、
リーダーで、使っていくかというところなんですけども、駐屯は一旦置いておいて、通常の野戦やラリー、この場合で一番重要な才能。それは何かというと、スキル才能です。で、このゲーム、強くなればなるほど、スキルダメージで与えるダメージが、相手に与えるダメージのほとんどを占めます。ゲーム始めたての頃とかだと、通常攻撃と、スキルダメージの割合って、だいたい半々とか、だったと思うんですけども、このゲームは、もうどんどん強くなっていくほどに、スキルダメージの比率が上がっていって、最終的にめちゃめちゃ強い人の、火力部隊なんかは、もう9割以上、スキルダメージでダメージを与えることになります。じゃあそれなんでそんなスキルダメージが大きいのかってとこなんですけど、通常攻撃のダメージって、どうしても、普通の攻撃バフと、基本攻撃ダメージバフと、普通のダメージバフ。これしか乗らないんですけど、スキルだと、そもそもの、攻撃力と攻撃バフ。そして、スキルダメージのダメージ係数。これに、スキルダメージバフと、ダメージバフと、これがどんどん乗算されていくので、すごい速度で火力が上がっていくんですよ。で、そして、そのスキルを連発できるようになると、もう、とんでもないことになっていって。で、すなわち、このゲームで、相手に多くダメージを与えるには、このスキルダメージを伸ばしていって、スキルを連発できるようにする。この観点がもう非常に重要です。で、そのスキルダメージと、そのスキルを、連発できるようにして、かつ、スキルダメージを上げていくのに、必要不可欠なのが、こちらのスキル才能です。で、これ少し、具体的に、見ていこうと思うんですけども、重要なのは、この大きくなってるアイコンのところですね。まず、怒りの轟きで、レイジ獲得量アップ。そして、劣化の炎で、スキル使用後にレイジ獲得。そして、戦略研究でスキルダメージアップ。そして、金属ガードで非スキルダメージ減少。そして、巧みな火力でスキルダメージアップ。で、最後に、捕食者の怒りで、レイジの追加獲得。もうこれ、ほんと盛りだくさんで、めちゃめちゃ強いんですよ。この才能を振ってると、そうではないかで、もう火力が目に見えて、変わるので、火力を出したい部隊は、この才能を、持っているヒーローをリーダーにしていきましょう。逆に、このスキル才能を持ってないヒーローを野戦の火力役で使おうと考えている、場合は、もうリーダーで使うのは、もう正直無理です。例えば彼、スベンですね。彼は、もう優秀な騎兵ヒーローなんですけども、持ってる才能が、スキル才能ではなくて、サポート才能なんですよ。なので、野戦ではリーダーで使わずに、スキル才能を持っている、ベラやエレナのアシスタントとして使うことになります。
ただ、野戦においては、火力以外にも重要な要素があって、それは何かというと、移動速度です。このゲーム、相手より移動速度が速かったら、追いかけられても逃げることができますし、逆に相手より移動速度が遅かったら、追いかけられたら逃げることができませんし、逆に相手が逃げて、こちらが追撃しようと思っても、こっちの方が足遅かったら、追撃できないんですよ。常に有利な状況で戦うことができるということで、移動速度を上げていくというのも非常に重要になります。代表的な、移動速度特化部隊としては、シラヌイやエレナですね。シンシアですね。失礼しました。彼女らが、なぜ移動速度が速いかというと、こちらの野戦才能を持っているからです。で、移動速度を最優先とする部隊では、この野戦才能を持っているヒーローをリーダーにしていただくのが良いのかなと思います。少し話を戻しまして、組み合わせたヒーローが同じ才能を持っていた場合に、どちらをリーダーにするか、迷われたことのある方、いらっしゃるのかなと思います。で、この場合なんですけども、基本は、どちらをリーダーにしても大丈夫です。ただ、考えなくてはならないことがあって、それは何かというと、レイジスキルにバフ効果やデバフ効果があるかです。例えばベラだと、レイジスキルに相手に火ダメージアップのデバフをかけていくことができますよね。で、レイジスキルは、リーダーのレイジスキルとアシスタントのレイジスキルが同じタイミングで発動するわけではなくて、リーダーのヒーローのレイジスキルが先に発動して、その1秒後にアシスタントのレイジスキルが発動します。なので、ベラをリーダーにしておけば、アシスタントのレイジスキル発動前に、相手に火ダメージアップのデバフをかけていくことができるので、ベラを使う場合には、ベラをリーダーにすべきですね。また、自身にバフ効果をかける場合も同様で、バフをかけたら、そのバフがかかった状態で、アシスタントのレイジスキルが打てるので、才能も、才能が同じで、どちらのヒーローの育成度も同じ。もしくは、どちらのヒーローを、リーダーとして、育成するか、迷われている方は、バフ効果やデバフ効果を、持っている方のヒーローを、育成してリーダーにしていただくのが良いのかなと思います。ただもう一つ例外があって、必要なレイジが異なるヒーローですね。今だとチュンだけなんですけども、このゲームの仕様として、必要な、レイジスキルを打つのに必要なレイジの量はリーダーに依存します。普通のヒーローがレイジスキルを打つのに必要なレイジは1000なんですけども、例えば、このチュンをリーダーにした場合に、レイジスキルを打つのに必要なレイジの量は1200になります。これが仮に、
チュンをアシスタントで使った場合には、1000レイジで済むことになるので、チュンはアシスタントで使った方が一見良さそうなんですけども、その代わり強力なデメリットがあって、チュンはアシスタントで使うと、レイジスキルのダメージが半分になっちゃうんですよね。で、これがかなり、致命的なので、必要なレイジが増えたとしても、チュンはリーダーで使うのが、おすすめになるのかなと思います。あとは、必要なレイジが変わらなくても、アシスタントで使うと火力が下がってしまうヒーロー。例えば、ジェイデンですね。彼のようなヒーローもいますので、そのようなヒーローはリーダーで使っていただくのが良いのかなと思います。では、リーダーとアシスタントについては、これくらいにしておいて、今回の動画のまとめに、移っていきたいんですけども、舞台を組むときには、似たようなヒーローを組み合わせていきましょう。新しいヒーローが出たら、まず、そのヒーローの特徴を探って、そのヒーローと似たような特徴を持ったヒーローと組み合わせる。で、そしてどちらかが、なるべくスキル才能を持ってるようにする。この二つを押さえとけば、基本的に大丈夫です。逆に、火力が高いヒーローが来たら、バランスよくするために、硬いヒーローと、組み合わせようと思って、組み合わせても、全然強くないので、ぜひ、今回の動画が参考になれば、嬉しいなと思います。本来であれば、この動画で、各陛下ごとのおすすめヒーローの組み合わせについても、やっていきたかったんですけども、だいぶ、ちょっと動画が長くなってしまったので、おすすめの組み合わせについては、後日ご紹介させていただこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。